これってごめんなさい、初めてこのコンビニ来たんだけど。今が15日です。金曜日の夜なんですけど、日付が回って1時23分。こんな時間にご飯を食べているんですけど、あれやこれやとしていたらこんな時間になってしまって、今日この後本当はね、できれば確定申告をやりたいんですよ。17日までにやんなきゃいけないんだけど、15日でしょ。16日までだっけ。とにかくやばいんだけど、1月の領収書がどこにあるか分かんなくて掘り出せないんだよな。あとは明日イベントがあるから
イベントの準備もしなきゃいけないし、1個数字引きたいのがあって、その数字も引きたいし、来週のスケジュールもいろいろ引けてないのがあるので、できればそれやってから寝たいんですけど、タスクに追われすぎている時、皆さんはどうやって精神を保っていますか？タスクに追われているっていう感覚はあまりないんだけど、まあ疲れるなーっていう感覚はあるよな、さすがに。でもなんか嫌っていう感じはあんまなくて、まあ全部好きでやってるしいいんだけど、さすがになんか体がついてきてない感じがするね。何からやろうかね。今日酒買ったんだよな、帰りに。飲みたい。すごい余談なんだけどさ、食べるの忘れた。すごい余談なんだけど、最近なんか満腹にならなくて困ってて、いやでも満腹になる時もあったの。何なんだろうな。数日前までなんかたこ焼き3粒ぐらい食べたらお腹いっぱいで、朝から本当に夜の10時ぐらいまでコーヒー1杯でなんとかなってたりとかした時があって、病んでたのか。でもなんか昨日も今日も食べてもお腹鳴ってんだよね。謎ですね。やることいっぱいあるんだけど、寝よっかな。やばいかな、さすがに。朝やる？朝絶対起きないんだよな。てかあれだ、3月の振り返りしよう先にね。ついてんのこれ。電気切れた？今夜やりたいことがあるんですよ、私。何をやりたいかというと、ノーションをね作りたいんだな、今日中に。
年ももう 21% 終わって、今月も 58% 終わって、そんな感じですね。めっちゃいい話昨日聞いてうん。面談しててね、うん。夫婦の話になったの。うん。でミクさんチェックインって知ってますかってうん。言われて、うん。知らないでしょチェックインって、らない。最近どうよなんだって。最近どう、調子どう、今日の気分どうみたいな、を夫婦で話す時間をチェックインチェックインっていうの。へえ。でそれを日常的にできている、まあ、カップルとかさ、そういう夫婦関係は、やっぱりいい関係が続いてるへえ。っていう話をされて、うん。それができることってやっぱりいいことなんだと思って、関係として、なんかいるよね、毎週なんかスタバに行って夫婦会議しますみたいな。いるの。インスタで見たことある。へえ、めっちゃいい。それやりたいな。そこでさ、何の話をするの？チェックイン。わかんないよ。なんか世の夫婦たちは気になる。気になるよね。なんかさ、32になって結婚を考えなきゃいけない年になってきた時に、結婚について考えてたの、昨日の夜。で、まあなんか会社がある状態だし、まあ、会社だったり仕事のことを含めて、今すぐは結婚なんて考えてない、てか考えられない、なんだけど、じゃあ私その先の、もう3年後とか考えた時に、何してたいんだろうって思ったの。今から3年後 35？ だから今、まあ、今年とか来年って多分もう仕事に生きてる想像しかついてないけど、それが一旦落ち着いた時って何も見えてないのね今。でも仕事が落ち着くことは見えてるんだね。見えてる。ずっとこんな働き方をさすがにしてらんないから、組織をちゃんと作るのに1年2年はかかるだろうなってイメージかも。いいねいいね。でだから多分、今会社でやってることが、今年のまた後半ぐらいから新しい事業も始まると思うし、なんかそれがまた落ち着いてきたらまた新しいことしたいわけじゃん、私たちって。そうね。なんかそのためにも頑張ってるけど、なんかそれがちゃんと落ち着いてきた時に、私多分今の働き方は続けたいっていうイメージあんまなくて、でなんでかっていうと、今の働き方って、子供がいないからできると思ってる。もちろん子供がいてもこの働き方するのできるかもしれないけど、あんまりヘルシーじゃないなって思うのね。子供ができた時にこんな毎日ね23時とかまで仕事してるのはさすがにじゃん、って思った時に、私何求めてるんだろうって考えたの。でもそれこそあれよ、チェックインができる旦那さんがいいっていうのは間違いなくそうなの。でしょ。でそのチェックインの内容もちゃんと当たって吸い込まれるんじゃなくて、当たってちゃんと帰ってくる旦那さんがいい。そうなんだすごいねとかじゃなくって、いやいやいやって討論できる人がいいんだけど、今までの日常を振り返った時に、看護師してた時って私毎日お弁当とか作ってたじゃん、毎日料理してたじゃん。してたね。で料理してる時が楽しかったの。でなった時に専業主婦になれたら幸せなのかもなって思ったけど、多分幸せでもないんだと思うな。分かんない、それが何が足りてなくて何を欲してるのか。
でも間違いなく言えるのはそれ。チェックインできる人がいい。うん専業主婦で満足しないとか、うんうんそれこそお家で女性が家事をしてて旦那さんに認められないみたいなうんあると思うけど、うん女性だって誰かに認められたいし、うんでもそれって家にいて家事をしてるだけだとなんか誰からも認められないというか、うん家事の評価もされない。そりゃそうだだよねからだからなんか自分が何もできないとか思っちゃうんだろうなって思うけど、うんあともう一個は旦那さんとそのチェックインがそうよ、うん同等の立場で話ができるようになりたい、うん、同等の立場っていうのはどういうお互い尊敬し合っていてうんどちらも相手のことを見下してない状態うんで同じレベルで物事が語れる状態。へえもうでも会話の中で見下されてる以上暮らしの中でも見下されていやそうるなんだと思うのとイコールだからうん、俺会社でうんこんな稼いでんだからお前やれよって思われてる時点でもう同等じゃないはずなんだよ。そりゃそうでもなんかさっき面白い話してたね付き合ってる時ってそんなことそう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 感じさせないというかだからなんかその結婚してから、まあ最近2人に1人が離婚するって言ってるけど、なんか理由はそこにもあるかもしれないね、なんかうん付き合ってる時ってさ相手のことは見下すとか絶対してないはずなの。いやもうその時点で見下してるんだってなんで結婚したって話よこっちそりゃからしたら。そうそりゃそで結婚付き合ってる時点で見下してなかった相手を、ううんでも結婚した瞬間なんか給料の差によって女性が見下されちゃう状態うんになるんだったら私はその人は結婚相手として間違ってるんじゃないかなって思ってるけどチェックイン調べてみてよ。夫婦のチェックインうん夫婦会議っていうのそういうのが多分確かに世の中夫婦会議で何を喋ってるんでしょうか。それもさうん勝手なイメージだけど、うんお子さんがいてうんもう家族があれば、その話になっちゃうじゃん結局うん2人の話がなかなかできないんだろうな確かにさなんか夫婦間でよ、うんもう結婚して子供ができてなんかそこで女性が私こういうことやってみたいんだよねっていう話って想像しんくない、うん、しないそれができるのがいいかな私は。それはもうだからあれよ誰かが言ってたけどさ結婚したら何々のママとかママって呼ばれるああ言ってたで下の名前で呼んでもらえない、うんでそれと一緒な気がする、うんうんでも私って本当はこうしたいのにとかもっとやりたいことがあるのにっていう会話をしたいんだと思うな。うんうんでもママ業になっちゃうからその本来の自分というか今後生きていきたい自分を出す場所がなくなってしまう夫婦間なのに、うんうん夫婦間でそれを話せる人たちはなんか長く続いてるんじゃないかな。もうなんならさうん僕はあなたの話が聞きたいんだよっていういやそうそうそう私もあなたの話が聞きたい、うんでもカップルの時ってこれじゃんねやってることって、そうなんだよ。何々ちゃん何が好き、うんじゃんどこ行きたいうんなんかなんでそうなっちゃうんだろう。本当にそうでも今話してるのってもう子育て中の家族っていうイメージで話しちゃってるからじゃあ子供がないって場合にする？場合にした時に、うん結婚して一緒に住んでます。夫婦会議はうん対話が要へえ会話でもないわけね議論でもなく対話なんだって多分あなたが言ってること対話じゃないどういうこと？対に話すって感じ、どういうこと？どういう風に会話が進むの？たわいもないおしゃべりうん気軽に交わすコミュニケーションの場が会話うん互いに意見を出し合ううんが議論うんその上で私たちとしてどうする二人でどう考えるはーそれかも。共通価値の創造むずっ価値観の違いを尊重し互いに納得のいく結論を導き出すコミュニケーションの場あはいどうぞ分かった分かった。はい結婚相手どういう人がいいって言ったら対話ができる人って言うわ。言いなそうだと思う。会話でもなく議論でもないのよ、うん対話だからお互いのことをきちんと理解した上でうんどうするっていう話ができるってことでしょ。そそれだよやりたいの。うしかもねこれねいやマーケと一緒よ多分めっ
なんかビジョン、まずははいビジョンから考えるって。いいね、楽しい。ビジョン、どんな〇〇でありたいか。はい。それ夫婦間でビジョンそうそうそう。作るの？やでその後世帯経営領域っていうのがいくつか項目があって、じゃあ家事っていうテーマ、子育て、これから子供どうしていくとか、あと仕事、それで事業計画作るっていう話？そう楽しい。事業計画作るの。楽しい。しかも仕事もめっちゃおもろいな。働く意味、目的って書いてる。それお互いで話すのやばいね。だからやっぱ夫婦という会社を作ろうっていうことなんだ。楽しい。いいやんいいやん。でお金とかへー住まい、自由時間、うん何したい、誰と過ごしたいとか、美容と健康、人間関係などなど。夫婦で未来をデザインする夫婦会議ノート。これは子供いない。待って。夫婦会議ノート作りたい。それがじゃない。それそれだよ多分。よかったね今話して。書いときな、もう早く忘れるよ。マーケと恋愛が一緒って言っててさ、恋愛を超えて夫婦でもやっぱマーケって活かせるんだよ。なんで夫婦で未来をデザインする夫婦会議ノートね。はい。でこれ今は子供がいないて、次夫婦で産後をデザインする家族経営ノート。家族経営ノート。経営って言ってるよ。だから会社なんだよ。うわ楽しい。でもこれちょっと待って、やり方がある。はい。イメージしてね。まず1、まとまった時間を作る。結局時間じゃん。はい。対話には物理的な時間のゆとりと粘りが必要です。時間のゆとりと粘りね。へー。2、テーマ議題を決める。めっちゃおもろいやん、こんなん好きな人いるのかな。でもこっちがさやりたいとかなってるけど男側の意見聞きたい。でもさこれさ、なんか仕事ができる男ってあればあるほどハマるよね。だから男性は絶対好きよ。あ、そっか、女性側が逆に。でも珍しい。でもね、違う。でも男性がこれ好きだから、男性がこれやろうって言ったら男性はじゃあやるかってなるじゃん。女子はでもやってほしいんじゃん、これを。男に考えてほしいんじゃん。でこれがなかなかできない人ってそう何なの？時間の問題か、あとはこういうことをそもそも知らない？女性がこれを男性に提案できる世の中になった瞬間に良くなるんじゃないの？でも女性は多分解決方法分かってないからこれが必要とも思えないんだと思う。で私たちってさ、なんか日々こういうことをやってるから、これのね、もう重要性を仕事上で理解してて、これって横展開っていうか、できるよねっていう。でも多分これって男性はさ、基本的にはどの仕事でもやってることだと思うから、男性はすでに必要性はなんか理解できると思うんだよ。確かに。だから女性側からこれを提案すれば、おーい、いくよ。楽しくなってきた。3、アイスブレイクで環境を整えて本題に入る。アイスブレイクで環境を整えて、はい。スタバに行くとか？それもいいね。コーヒー準備したり、今日はちょっとワインにする。それこそキャンドル。しかもなんかいい感じで、ここのアイスはアイスブレイクじゃなくて愛するの方で書いてる。何それ？粋だね。粋だね。何が大事ってリラックスらしい。確かに会議の前の雑談ってこういう感じよね。愛を深めるための夫婦間の緊張を壊す。はいはい。まあそのために音楽、照明、香り、デザート、飲み物。まあちょっとなんかお酒入れて酔っ払って大勢みたいな。そうだね。いいよね。それ大事。次。書く、話す、気持ちを見える化する。書く、話す、気持ちを見える化ね。確かに手記して残しておくってことね。はい。これね、会社でやってることよ。議事録を残すって書いてるわ。だから自分のメモだけじゃなくて、2人で話した内容をちゃんと議事録として残す。やばー、楽しい。めっちゃいいよ。ほんま楽しい。ほんま楽しい。ほんま楽しい。で、私さ、やっぱこれ読んでて思ったのが、何にしろ時間が必要なんだよね。これができない理由ってめちゃくちゃいろいろあると思うけど、時間がなかったらそもそもこの1すら始まんないっていう。そうだね。付き合ってる時ってこういうのが時間として取れるってこと？これできない人ってさ、もう夫婦関係冷たくなってるはずなんよ。夫婦関係冷たくなる前にやってほしいよね。理想は週1でね、定例組んで、いやそうだよ、夫婦会議の時間ですって言って。なんかでもこれがしんどくなる人もいると思うんね。
やり方を間違えてしまえばうん多分議論止まりなんだと思うそれは。はいはいはい。うわー何これ楽しい。これサービス作れるぞ。ここにコーチ入ってあげればいいんだもんね。うん入るよ。やっぱそのためにやっぱ結婚しもうちゃんと自分が経験しなきゃって思えてくるんだけど、偉そうにさ独身いやお前が何言ってんだよねなんかお互い頑張ったこと話せるといいよね。うんそしたらさなんか何曜日のご飯めっちゃ頑張って作ったんだよねみたいな。めっちゃいいじゃん。いや俺あの時写真撮ったよとかうわ最高やんみたいなとか、うわ待ってなんでそれ先に言ってくれなかったのとか、そこでちゃんと日々の1週間主婦が頑張ったことを褒めてもらうための、やっぱ定例するべきだよ。何曜日がいいとかもありそうじゃないこれ。普通にいやだって今の話だと1週間の日曜日の朝だよ。朝なんだ。日曜日の朝でしょ。めっちゃいいやん。土曜の夜とか。土曜の夜か日曜の朝やりたい。めっちゃ急になんか楽しくなったな今。いやだからあなたが言ってた一番最初の話、今の働き方は無理は本当よ。いやだからそうだと思う。会議気持ち悪い。なんで気持ち悪いとか思ったもダメだよ。終わりだよそんなの。注意点とかもある。一度で終わりではなく定期的に行う。会話をすることをメインに考える。だから詰めちゃダメだよね。これで世のなんか女子たちこういうこと言っちゃダメだよっていうのが、そんなことで頑張ったって思うなよって思わないでよマジで。女にそれはどういうこと？例えばだけど、水曜日ゴミ出ししたとか。うわ喧嘩の音大喧嘩です。いや私はってこう来るからね。いやそう女性そうなんだよ。いやだからさっきのさあれすごかったやん。ゴミちょっと拾ったのを見てさありがとうって、もうだからその積み重ねなんだけどね。だから頑張った報告をした後は、ありがとうか頑張ったねを言うことにしないと、うまくいかないね。なんで夫婦尊敬ってなくなるの？いやー慣れとマンネリ化、コミュニケーション不足、相手の努力を当たり前に感じる。これめっちゃありそう。カップルの時は相手を完璧な人って見えてるんだって。そうだそれだ。で結婚してなんか小さな失敗や弱点に目がついて減点されていっちゃうんだそっから。だから100で結婚しちゃうからダメなんだよって。そうだね、なんで100で結婚しちゃうんだろう。てか逆に100じゃないと結婚できない。10で結婚する勇気って湧かないよね人間。むずくない？うわむずいななんか10だったらさもっといい人いるかもって思っちゃうじゃん、みんなの結婚条件知りたいかも。みんななんで結婚したんだろう。いやみんななんで結婚したのだからさなんか自分が今思っている結婚したい人の条件みたいなのを仮に出すとしたら、これってでも今の時点じゃん、だから2年後3年後って絶対変わると思うのね、だからむずいよね結婚って。そういうことだってさ自分の2年後3年後もわからないのに、2年後3年後一緒にいようとする人は選ばないといけないんでしょ、バカむずいじゃん。